皆さん、こんにちは。陽介です。今日は3月11日についてお話ししたいと思います。この日付を聞いて、日本人のほとんどはある日のことをすぐに思い出します。2011年3月11日、東日本大震災が起きた日です。2026年の今年は、あれからちょうど15年という節目の年です。節目というのは特別なタイミングという意味です。今日は私の個人的な体験を通してあの日のことを振り返りながら一緒に考えてみたいと思います。まず最初に東日本大震災で亡くなったすべての方に心からのご冥福をお祈りします。そして今も復興に向けて歩み続けている方々に心からの敬意を表したいと思います。皆さんにとって一生忘れられない日ってありますか？国や地域によってそれぞれ違うと思います。日本に住む人、日本に関わる人にとって3月11日という日は特別な重さを持つ日です。2011年3月11日の午後2時46分。その時、皆さんはどこにいましたか？何をしていましたか？多くの人があの瞬間のことをはっきりと覚えています。電車の中にいた。学校の授業中だった。家でご飯を作っていた。そういう小さな日常の場面に突然あの地震が割り込んできました。私もあの日のことは今でも細かく覚えています。そして15年という月日が経った今も3月11日が近づくと日本のニュースや新聞では必ずこの話題が取り上げられます。テレビではあの日の映像が流れ、被災した地域の今の姿が報告されます。毎年必ずそうなります。今日はそんな3.11について私にとってのあの日を正直にお話しします。2011年3月11日金曜日。私はその日、神奈川県の藤沢市にいました。藤沢市は神奈川県の南の方にある都市で、湘南エリアと呼ばれる地域にあります。江ノ島がある場所として知っている方もいるかもしれません。当時、私はリクルートという会社で注文住宅の雑誌の広告を担当していました。注文住宅というのは自分の好みに合わせて一から設計して建てる家のことです。建て売り住宅と違って間取りから材料まで自分で決めることができます。私が担当していたのはそういう家を建てたいと思っている人向けの雑誌に住宅メーカーや工務店の広告を掲載する、そういう仕事でした。住宅メーカーというのは家を建てる会社のことです。工務店というのは地域に根ざした規模の小さな建設会社のことを指すことが多いです。その日は雑誌の紙面のレイアウトについて打ち合わせをしていたんです。紙面というのは雑誌の中のページのことです。レイアウトというのは写真や文章をどう配置するかということです。どの写真を大きく使うか、見出しをどう入れるか、そういった細かいことを話していました。今思えば、その日の打ち合わせの内容は全く覚えていません。でも、あの揺れが来た瞬間のことは今でも体が覚えています。打ち合わせが終わってちょうど帰ろうとしていた頃でした。午後2時46分、突然揺れが来たんです。日本に住んでいると多少の地震は珍しくないので、最初はまた地震かくらいの感覚でした。でも揺れがなかなか収まらない。とにかく長かったんです。ゆっくりとした大きな揺れがずっと続く。まるで
自分が船の上に立っているような感覚でした。足元がぐらつくというか、地面そのものがぐにゃぐにゃしているような。神奈川県藤沢市での震度は5強でした。震度5強というのは立っているのが難しくなるくらいの揺れです。テーブルや棚が揺れて物が落ちそうになる。これはかなり大きい地震だとみんなが感じていました。みんなその場で動けなくなりました。揺れが収まった後、すぐにテレビをつけました。その瞬間、私は言葉を失いました。東北地方で震度7の地震が起きた。そして津波が来ている。テレビに映っていたのは、家が、車が、そして人が波に飲み込まれていく映像でした。これは夢じゃないかと最初は信じられなかったです。現実のこととして頭で理解するのに時間がかかりました。地震のマグニチュード9.0。津波の高さは場所によっては15メートル、20メートルを超えるところもありました。15メートルというのは5階建てのビルと同じくらいの高さです。そんな壁のような波が陸地に押し寄せてきました。東北地方の沿岸部の町が丸ごと飲み込まれてしまった地域もありました。その後、福島第一原子力発電所でも事故が起きたというニュースが入ってきました。日本全体が大きなショックの中にありました。そして、あの日の夜、もう一つ覚えていることがあります。実は翌日、会社のゴルフコンペが予定されていたんです。コンペというのはゴルフの大会のことで、会社の仕事として行われることが日本ではよくあります。しかも私がその幹事だったんですよね。幹事というのはイベントの準備や連絡を担当する人のことです。つまり予約や参加者への連絡を全部やる立場です。上司たちも参加する予定だったので、自分の判断だけでキャンセルするわけにもいかないんです。これ、どうすればいいんだとあたふたした記憶があります。あたふたするというのは慌ててどうしたらいいかわからなくなることです。テレビでは東北の信じられない映像が流れている。でも目の前には明日のゴルフどうするという現実の問題がある。今思えばそんなの中止に決まっているだろうと思うかもしれませんが、あの時は何もかもが混乱していて判断が難しかったんです。こういう非日常の中で日常の段取りに振り回されるという感覚は、災害を経験した人なら共感してもらえるんじゃないかなと思います。そういえば少し話が変わりますが、この日の東京でのこともお話しさせてください。地震が起きた後、東京では電車がほぼすべて止まったんです。駅に行ってもどの電車も動いていない。会社や学校にいた人たちは突然家に帰る手段を失いました。これを帰宅難民と言います。難民というのは本来住む場所を失って困っている人たちのことを指す言葉ですが、ここでは家に帰れなくなってしまった人たちという意味で使われています。帰宅難民になった人は東京だけで推定300万人から500万人とも言われています。信じられない数ですよね。そんな大勢の人たちが夜の道を何時間も歩いて帰ったんです。4時間、5時間歩いた人も多かったようです。中には8時間以上かけて歩いて帰ったという方もいたと聞きました。3月の夜はまだ寒いです。しかも大きな地震の直後という不安の中でそれだけの距離を歩きました。でもそんな状況の中で日本人のある側面が見えたという話もよく聞きます。一緒に歩いた
普段は話さないような会社の人とその日はずっと話しながら歩いた。道で迷っている人に地図アプリを見せてあげたら何人も立ち止まって一緒に確認し合った。コンビニやスーパーに人が集まったが、みんな整然と並んでいた。非常事態の中で見知らぬ人が助け合う光景があちこちで見られたそうです。これは後に海外のメディアでも報道されて、日本人は災害時でも秩序を保つという形で紹介されました。ああいう状況になると、普段は表に出てこない人の優しさや集団としての行動力が見えることがあるなと思います。そして震災から少し時間が経った頃、日本社会には自粛ムードが広がりました。自粛というのは自分から進んで行動を控えるという意味です。コンサートやスポーツイベントが次々と中止になりました。ちょうど桜が咲く季節でしたが、こんな時にお花見なんてすべきではないという雰囲気が広がりました。テレビの CM も多くの企業が自粛をし、AC ジャパンという公共広告の CM が何度も何度も流れていたのを覚えています。普通の CM が中止になった時に代わりに流れるのがこの AC ジャパンの CM なんです。この自粛ムードについては難しい側面もありました。被災した地域を支援するためにも経済を動かす必要があるという意見がある一方、こんなに普通に楽しんでいいのかという気持ちも多くの人が持っていました。そして少し行き過ぎた形で自粛していない人を批判する動きも出てきました。これを自粛警察と言います。自粛警察というのは自粛していない人を見つけて厳しく批判したり注意したりする人たちのことを少し皮肉を込めてそう呼ぶんです。善意から来てはいるんですが、度が過ぎると社会の空気が息苦しくなってしまいます。うーん、これは日本社会の空気を読むという文化とも関係していると思います。場の雰囲気に合わせて行動するというのは日本人が大切にしている価値観の一つです。でも全員が同じ空気を読んで動くとある意味息苦しさも生まれます。あの時日本の文化的な特徴がいい面も難しい面も同時に見えた気がしました。そういえば少し後になってから聞いた話ですが、被災地から離れた地域のお店やレストランでも、こんな時期に営業するのは申し訳ないと自主的に閉めてしまったところがあったそうです。その一方で、通常通り営業して売上の一部を寄付するという形で支援しようとしたお店もありました。どちらが正しいかは一概には言えないと思います。でも、こういう時に自分はどう行動すべきかという問いは個人だけじゃなく企業にとっても難しい問いだなと感じました。結局大切なのは誰かのためになっているかという視点じゃないかなと私は思いますが、難しいですね。震災からだいぶ経った頃、私は会社の活動の一環で被災地を訪れる機会がありました。宮城県を中心とした地域でのボランティア活動です。ボランティアというのはお金をもらわずに自分から進んで人のために働くことですね。当時、リクルートでは社員がボランティアに参加できる仕組みがあって、私もそれに手を挙げたんです。正直に言うと、現地に向かう前は自分に何ができるのか全然わからなくて不安でした。足手まといにならないかとか、どんな様子なのかとか、いろいろ考えていました。でも、とにかく行ってみないとわからないという気持ちの方が強くて向かいました。私に割り振られた仕事は、スケート場の復旧作業でした。津波で
泥まみれになったマットをひたすら外に運び出していく。マットというのはスケートリンクの周りに敷いてあるゴム製のシートのことです。ゴムなので水は吸わないんですが、泥がべったりとへばりついていて、とにかく重い。何人かで持ち上げて、外まで運んで、また中に戻って次のマットを運ぶ。単純な作業ですが、体力を使うし、何より精神的に重かったです。ここで子供たちがスケートを楽しんでいたんだなという事実が作業をしながら伝わってくるんです。実際に現地に着いた時、私は言葉を失いました。建物がなくなっているんです。家があったはずの場所に何もない。コンクリートの基礎の部分だけが残っていて、その上には泥と瓦礫が広がっていました。瓦礫というのは建物が壊れた後に残るコンクリートや木材などの破片のことです。テレビの映像で見るのと実際に目の前で見るのとでは全然違います。映像はどこか遠い世界のことのように感じてしまうことがあります。でも実際に現地に行って空気を感じて、それが本当のことだと改めて体で理解できました。そしてその状況の中で前を向いて動いている人たちがいました。例えば漁業をされている方がプロジェクトを立ち上げて、クラウドファウンディングで資金を集めながらより進化した漁業を目指していました。クラウドファウンディングというのはインターネットを通じてたくさんの人から少しずつお金を集める仕組みのことです。ただ元に戻すのではなく、もっと良くしようという前向きな姿勢で動いていました。その姿がとても印象的ですごいなと素直に思いました。置かれた状況をどう捉えるかはその人次第です。でも同じ状況でもそれを前向きにどう捉えるかが大事なんだなとあの時強く感じました。そしてもう一つ、ボランティアの中で忘れられないことがあります。被災された方の一人がこんなことをおっしゃっていました。いつどこにいても、もし災害が起きたらどうするかを意識しておくことが本当に大事なんだと。その言葉は今でも私の中に残っています。いつどこにいても、もし災害が起きたらどうするかを意識しておく。観光地にいても、ショッピングモールにいても、会社にいても、もし今ここで地震が来たらどこへ逃げるかを常に頭の片隅に置いておく。それが命を守ることにつながるんですよね。逆に言えば大丈夫だろうという慢心が最も危ないんです。その言葉を聞いて改めて思いました。復興というのは一朝一夕にはいきません。一朝一夕というのは非常に短い時間ではという意味の表現です。時間をかけて少しずつ一歩一歩進んでいくしかないんです。その地道さと、それでも前を向こうとする力強さを私はあの時目の当たりにしました。目の当たりにするというのは実際に自分の目で直接見るということです。あのボランティアの経験は私の中の備えることの大切さへの意識を大きく変えてくれました。テレビの前でニュースを見ているだけではなかなか実感できなかったことが、現地に行くことで初めて腑に落ちた気がしました。腑に落ちるというのは頭だけじゃなく心でもそうかと理解できることです。あれから15年。15年という月日は確かに長いです。あの時高校生だった人が今は30代になっています。生まれていなかった子供たちが今は中学生くらいになっています。でも15年経っても変わらないこともあります。日本では地震への備えが生活のあらゆる場面に溶け込んでいます。
それを感じたのが、今ちょうど開催されている WBC での出来事です。WBC というのはワールドベースボールクラシックの略で、野球の世界大会のことです。2026年の WBC では東京ドームでも試合が行われていますが、そこであるアナウンスが話題になりました。地震の緊急速報を受信した場合は、落ち着いてそのまま席にお座りください。東京ドームは耐震構造になっています。という内容のアナウンスが流れたんです。これが海外メディアや SNS でも取り上げられて、日本らしいと記事になっていました。普通、スタジアムで試合を楽しんでいる時に、こういったアナウンスが流れることって珍しいと思うんですよね。でも、日本ではそれが当たり前になっています。地震はいつでもどこでも起きうるものです。その意識が日常の中にごく自然に溶け込んでいます。日本という国は地震がとても多い国です。だからこそ、今いる場所で何かあったらどうするかを常に頭の片隅に置いておくことが大事です。それが日本で生活する上での基本的な姿勢になっていると思います。備えあれば憂いなし。これは日本の昔からのことわざで、しっかり準備をしておけば、いざという時に心配しなくて済むという意味です。そしてもう一つ、個人的に時代の流れを感じる出来事がありました。あの日、私が打ち合わせをしていた注文住宅の雑誌が2026年3月をもって休刊することになったんです。休刊というのは雑誌が発行をやめること、廃刊とも言います。あの3月11日、私がレイアウトの打ち合わせをしていたその雑誌が今年で終わります。正直、これを知ったとき、不思議な気持ちになりました。インターネットの普及によって情報の伝え方が大きく変わりました。家を建てたい人がまず雑誌を買うという時代から、スマートフォンで検索するという時代に変わりました。15年という月日の中で、社会はこんなに変わったんだなと改めて感じました。でも変わらないものもあります。日本が地震と向き合い続けてきたという歴史は変わりません。そして助け合いという精神も変わっていないと私は思いたいです。今日は3.11という日について、私の個人的な経験を通してお話ししました。正直、私の体験なんてわざわざ語るほどのものではないかもしれません。実際に被災された方々に比べたら遠い場所で揺れを感じただけですから。ただ、個人的に大事だなと感じているのが、平時でいられることのありがたさです。平時というのは何も起きていない普通の日常のことです。今日も普通に仕事ができた。家族と一緒にご飯を食べられた。夜安心して眠れた。当たり前のように思えるこの一日が、実はものすごく恵まれたことだということを、3月11日という日は思い出させてくれます。亡くなった方への哀悼の意図、今この日常を生きていることへのありがたさ。哀悼の意というのは、亡くなった方を悲しみ、心から忍ぶ気持ちのことです。その両方を胸に持ちながら、この日を過ごすことが、私にできる一つのことかなと思っています。まあ、15年というのは長いような短いような、本当に不思議な時間の感覚がします。もう15年かという人もいれば、まだ15年しか経っていないと感じる人もいると思います。特に被災された方々にとっては、15年という年月がどんなものか、私には想像しきれない部分もあります。私にできることは、こういう日に
ちゃんと立ち止まって考えること。そしてもし何かが起きたらという備えを日常の中に静かに持ち続けること。それくらいかなと思っています。皆さんもぜひ身近な人と、もし地震が来たらどうするか、どこに逃げるかという話を一度してみてください。難しく考えなくていいんです。うちの近くの避難場所どこだっけから始めるだけでもいいんです。また、日本に住んでいる方、旅行で来る方は常にいざという時の逃げ場所を意識しておいてほしいです。ホテルに泊まるときは非常口がどこにあるかを確認してほしいです。観光地や人が多い場所に行くときも、もし何かがあったらどこへという意識を持っておいてほしいです。それだけでいざという時の行動が全然変わってきます。改めて東日本大震災で亡くなったすべての方へのご冥福と、今も復興に向かって歩んでいる方への敬意と応援をこのエピソードを通して届けたいと思います。亡くなった方が1万5900人以上、行方不明の方が今も2500人以上いると言われています。15年経った今もその数字を目にするたびに言葉を失います。今日はちょっと重いテーマでしたが、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。日本の防災文化について詳しく知りたいという方は、このチャンネルで防災対策についてお話しした回や、南海トラフ地震と富士山噴火についてお話しした回もあります。日本という国が自然と向き合いながらどのように暮らしてきたか、そういった視点でも日本語を学ぶと、また一段と深い理解ができると思います。ぜひ合わせてご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録や高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come one may. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come with